どうも、フリーキャド速攻解決キップスのコーナーです。よくある疑問点や使い方などを速攻で解説します。フリーキャドでモデルを修正したらいきなり全部壊れることがあります。こんなダイアログ見たことありませんか？今回はその原因と速攻解決法をお伝えします。サンプルとしてこのような階段状の3段のひしもち型のモデルを作ってみます。ここで問題になるのは一番下の段の直方体の面を直接選んでステッチを作ってしまうことです。このように面を選んでからステッチアイコンをクリックする方法ですね。無意識にやりがちな操作です。これと同じ方法で3段目まで作ってしまいます。さて、完成しました。ここでやっぱり一番下の段はいらないなぁと思ったとします。削除しようとするとオブジェクトが壊れるというメッセージが出て困惑します。そのままはいをクリックして強行突破すると本当に壊れてパニックになります。さらにレポートビューには謎のエラーが大量に出てさらにパニックになります。ではどうすればよかったのか解説します。解決策はステッチを絶対基準である原点 XY 平面に作ることです。1段目の直方体は普通に原点 XY 平面を基準に作ると思います。問題は2段目です。面は選びません。OK を選択してからステッチアイコンをクリックしてください。ステッチのアタッチ先を選択する画面が表示されますので XY 平面を選択します。ステッチが終わったらステッチの位置を調整します。このようにステッチのアタッチメントオフセットの Z 座標を1段目の上面に合わせます。3段目のステッチも同様に OK を選択してからステッチアイコンをクリックしてください。2段目の時と同様、ステッチのアタッチ先を選択する画面が表示されますので XY 平面を選択します。ステッチが終わったらステッチの位置を調整します。同じくアタッチメントオフセットの Z の値を2段目の上面に合わせるように変更します。あとは立体化して完成です。さて、では削除しようとするとどうなるでしょうか？ 1 段目のパッドを選択して削除します。また、オブジェクトが壊れるというメッセージが出ますが、大丈夫。そのまま、はいをクリックして強行突破してください。1段目のパッドが効いただけでどこも壊れていませんね。レポートビューにもエラーは出ていません。1段目をきれいに削除できました。では、何が問題だったのか？仕組みを分かっていれば壊れないモデルが作れます。1段目を削除しようとすると、カット001とステッチ001が壊れる可能性があります。という警告が出ました。まず、ステッチ001のアタッチメントサポートを確認すると、1段目のパッドのフェイスロックを直接参照していることがわかります。フリーキャドは、このフェイスロックといった面番号を名前として内部に保存しています。ところが、面番号はとても不安定で、形状を編集すると簡単に別の番号に変わってしまいます。そのため、1段目のパッドを削除すると、フェイスロックという面そのものが消えてしまい、ステッチ001が参照先を失って壊れてしまいます。結果として、2段目のパッドも壊れるという流れです。では、完全な方法でも警告が出たのはなぜでしょうか？パートデザインのパッドは、前のフィーチャーの上に必ず積み重なる仕組みになっています。この積み重なりの履歴がモデルツリーに並んでいます。途中のフィーチャーを消すと、後のフィーチャーの形が変わる可能性があるため、フリーキャドが影響あるかもよと警告しているだけです。ただし、今回のようにステッチが原点の XY 平面を参照している場合、参照が切れないので壊れません。フィーチャーを再計算するだけで済みます。実際、ステッチ001のアタッチメントサポートを見ると、XY 平面になっていて、面は参照していません。そのため、削除しても壊れなかったというわけです。ということで、ステッチを作成するときは、原点の平面をアタッチ先に設定するようにすると、壊れにくくなります。今回の速攻 Tips はここまで。ご視聴ありがとうございました。